今回は20メタニウムのオーバーホールです。前回の動画でドラグワッシャーを破壊してしまいました。そこも含めて細かいところまで分解して洗浄と注油、ベアリング追加をしていきます。ご自身でメンテナンスを考えている方の参考になれば幸いです。一度簡単なメンテナンスを実施しているので早速分解していきます。まずはブレーキ側のカバーの分解をします。ここのベアリングは叩いて抜いてますがピックツールが存在します。メタニウムクラスになるとこのベアリングにもオーリングが入ってます。相当細かく分解してますが、ここは性能に影響しないです。少しダイヤルの硬さが気になるので実施してますが、特に不具合がなければ分解はおすすめしません。スプールの分解です。ベアリングは専用の工具が必要なので、ここも無理に分解する必要はないと思います。洗浄は直接パーツクリーナーをかければ十分だと思います。ここのベアリングにもオーリングが入ってます。遠心ブレーキはこのままにします。ハンドル周りの分解をします。ハンドルに限らず部品が貼り付いていたりすることが多いので、洗浄時になくさないように外した部品はよく確認した方がいいです。このピンは一番なくなる部品ですね。ベイトリールは結構いろいろな場所に入ってます。メカニカルブレーキを外します。丁寧に洗浄しますので、緩み止めのオーリングも外します。ハンドルの分解です。やはりこの個体も SIM が1枚ずつ入ってます。個人的にはダイワみたいにウェーブワッシャーにしたいですね。ボディ側のカバーを取り外し、カバーの分解をします。装飾パーツまで外しても超過が変わるわけではないですけどね。完全な自己満足です。ドライブギア周りを分解します。このワッシャーが破損しました。私のせいですけどね。ただこんなことになったのは初めてだったのですが、剥がしたら謎が解けました。かなり錆びてます。このリールはソルトで利用していたんじゃないですかね。このままでも使えますが、後で磨きます。ピニオンギア周りを外します。クラッチの分解です。ここに若干の青さびが出てますので、やはりソルトで使ってそうです。これぐらいならいつもの洗浄液で取れるので気にするレベルではないです。ネジロックが塗布されてます。クラッチ周辺は振動が多くなるからでしょうか。ドライブギアとウォームシャフト周りを分解します。コアソリッドボディだとここの分解が若干面倒です。
分解が面倒なおかげで以前レベルワインドの動きに問題があったメタニウムでは随分苦労させられました。この段階ではクラッチバネホルダーを取り忘れてますが、それ以外は全ての部品が外れました。この部品をボールベアリングに変更します。ここのビスは結構硬いです。外すのにリスクがあるので、工具の選定とドライバーの使い方が大切になります。はい、可能な限り分解しました。洗浄液に入れる前にヌベールグリスはウエスや綿棒で取っておきます。別にやらなくてもいいんですが、効率悪いんですよね。いつもの洗浄液につけ置きしている間に金属部品をラッカーシンナーで洗浄します。ギアのこの錆は磨きました。明らかにまだ汚いですが、こんなもんですかね。ツルツルにはなってます。研磨剤が残っているので改めて洗浄します。レベルワインドの内部も磨いておきます。ハンドルの組み立てをします。本体カバーを組み立てます。スプールの組み立てをします。この部品には裏表があります。見えますかね。中心部が若干膨らんでいる方が外側です。ブレーキダイヤル側の組み立てを行います。ここだけでもこれだけの部品があります。防水性が必要な部分と修道部は私の場合シリコングリスを塗っています。若干は動きが軽くなりますが大きくは変わらないですね。シマノは基本的に硬いイメージです。ドライブギアとウォームシャフトを組み立てます。ここでベアリング追加をします。ベアリングは 740ZZ です。ハンドルノブに使われているサイズと同様です。このギアにも裏表があります。かなり分かりにくいですが、中心部が膨らんでいる方がプレート側です。私の嫌いなイーリング取り付けです。視聴者様がペンチを縦にするといいとご教示いただき、かなり楽になりました。ありがとうございました。このシムはなぜか最初から入ってなかったんですよね。分解した形跡はなかったので、初めから入れ忘れたのでしょうか。もしくは個体によっては不要なのでしょうか。
いずれにしてもラインを巻くと偏りがあったので買いました。クラッチ周りを組み立てます。ボディの内部にシリコングリスをしっかり塗っているのは防水が目的です。これをしないとソルトで使ってそのまま放置した時、アルミなのでボロボロになる可能性があります。ウォームシャフト周りを組み立てます。ドライブギア周りを組み立てます。破損したドラッグワッシャーは新品を取り付けてます。ピニオンギアを組み立てます。カバーの取り付けです。芯出しを行うので、ここではビスは仮止めです。メカニカルブレーキノブを組み立てて取り付けます。ノブは完成後に取り付けた方がいいと思います。先に取り付ける場合は奥まで締めないようにしてください。そうしないと最後のカバーが閉じなくなります。ハンドル周りを組み立てます。ここの組み立てが適当だと音出し板が削れてしまいますので、スタードラグ固定ナットはしっかり最後まで締め付けておきます。音出し板はドライブギアシャフトの段差を超えるまで入れて、この位置まで締め付けておきます。スタードラグバネが反発しないように押さえながらハンドルを固定します。こうすれば音出し板は削れません。芯出しして終わりです。意外と巻き心地が変わりましたね。今まで何台かベアリング追加は実施しましたが、大体はそんなに変わらない印象でした。ただメタニウムは若干良くなりました。コアソリッドだからでしょうか。もしくはアルミボディは効果が出やすいのかもしれません。完全なメンテナンスを同時にしているので、その影響の方が大きいかもしれません。ご視聴ありがとうございました。